皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月31日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は154メートル66でした。昨日と比べると64センチの下げで154メートル台に突入。ようやく暫定目標だった155メートルをクリアすることとなりました。果たして最終目標の145メートルまで下げることはできるのか気になるところです。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の夜9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒1万1200立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒2万立方メートル。差分については毎秒8800立方メートル。昨日と比べて上流の寸丹観測所はマイナスの1000、三峡ダムもマイナス4000。両地点ともに減少傾向にあるようです。最上流の金沙港にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒2710立方メートル。前回と比べてほとんど変化はありません。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒25100立方メートル。単純に割り算をすると 81% の発電状況で、26基前後の発電用タービンが稼働しているものと推測されます。昨日と比べると大幅に放流を絞っており、これまでとは方針を変えた模様です。三峡ダムと上流のダムの流量について現状を確認しておきましょう。こちらは2月から昨日までの流量になり、交通運輸部発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムになります。上流にある高架波ダムについて、放流量はほとんど変わらず、流入量は若干の増減があるようです。金沙港の下流域でまとまった雨になると予想が出ていましたが、今のところ大きな動きはなさそうですね。続いて三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量は減少し、それに合わせて放流量も減らした運用が見て取れます。今朝の時点、交通運輸部の発表はまだですが、長江水利委員会が公表している今朝9時のデータをグラフに載せるとこのようになり、流入放流ともに減少傾向であることがわかります。ギャップは毎秒5400立方メートル。先日まで暫定目標と実際の差についてお伝えしていましたが、最終的な目標となる145メートルを達成するには、5000では全然足りません。あと10日なので、単純計算だと1日につき1メートル下げる必要があります。冒頭お伝えしたように、昨日は60センチしか下がっていないのが実情です。後で触れますが、ウィンディの予測を見ていると、しばらくダム周辺とその上流でまとまった雨はなさそうなので、流入量は減少するのではないかと。連動して放流量を絞るのか、それとも今のラインを維持するのか注目ですね。西洋チャンネル。さて、今朝の時点でダムの水位は154メートル台に突入したということで、今後どうなりそうなのかについて気になっている方も多いのではないでしょうか。今回は三峡ダムと下流にある中国最大級の淡水湖である東帝湖の2カ所の状況を見ながら少しお話ししたいと思います。すでにご存知の方が多いとは思いますが、三峡ダムでは毎年6月10日頃までに運用上の最低ラインである145メートルまで下げるというのがお約束となっています。暫定目標はあくまでも通過点で、155メートルになったらその後どうするのかを発表しますと、当局は説明していましたが、今のところ明確な数字は公表されていません。直近の情報では、昨日1日で60センチほどしか下がっていないため、あと10日このペースでいくとなると、6メートルの低下ということになる計算。ですから、148メートルあたりでフィニッシュといったところでしょうか。明日6月1日から8月31日までの3ヶ月間、中国では出水期、
つまり洪水シーズンと位置づけています。国の水利部では5月30日、今年の長江流域における予想を発表しました。それによると6月には、三峡ダムの下流側にある東堤湖、それからさらに下ったところにある波陽湖で、比較的大きな洪水が発生する可能性を指摘。場所で言うとこの辺り、春先に中国の当局が発表した長期予報では、ダムよりも下流側では干ばつと記憶しているのですが、どうも言っていることが逆のような気もします。東堤湖の衛星写真がなかなか入手できません。裏を返すと天候が悪く、晴れ間がほとんどないということ。こちらは東堤湖にある蒸量器という場所に設置されている観測所のデータ。ご覧の通り、湖の出口の水位、つまり長江との接続点では直近で上げており、30.6 メートル。ここの警戒水位は33メートルですから、結構ギリギリまで水位が上がっていることがわかるかと。衛星写真である程度確認できたのは5月1日でこちらになります。去年の同時期と比べてわかる通り、1日の時点でかなり水を張っていることがわかります。グラフで言うとこの辺りですから、現在雲の下では、すでに満水近くまで満たされているということが推測できます。この状態で、当局が予想するように6月に大雨が降るとしたら、どうなりそうなのかは容易に想像できるかと。一昨年のように、堤防が崩れて大浸水なんてこともあるかもしれません。三峡ダムに話を戻しましょう。これから放流量をまたマックスまで増やして、ドバドバと下流に水を流すというのは難しいと言えそうです。いくら流入量が減るとはいえ、放流と流入のギャップはそれほど開けることは難しくなるはず。となると、ダムの水位が劇的に下がる可能性は低くなるのではないかと思われます。無慈悲な大放流に踏み切るのか、それともひっそりと何もなかったかのように、6月10日を迎えるのか。引き続き注目したいと思います。天気予報サービスのウィンディーで12時間の実績を見てみます。こちらは今朝9時までの様子。先月の中旬以降、ずっと長江流域のどこかで雨雲がかかる様子が続いていましたが、久しぶりに上流から下流まで晴れ間が広がっているようです。各地で災害が発生しているあちらさんですが、ひとまず復旧工事に取り掛かれるかもしれないですね。ただし、暦の上では明日から洪水シーズンに突入ですが、三峡ダム周辺における5月の累計雨量はさらに増えて、昨日の時点で225ミリ。平年の倍とまではいきませんが、いつもの年を大きく上回っていることに変わりありません。次に、今後の予想を見てみます。来月3日あたりまでは、目立った雨雲は見られないようです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が32度、最低気温が22度で小雨の予報。気になる台風6号、今回は日本の方に北上しそうだと報道されており、要警戒です。今は小休止、来月になると中国の中部と南部では、まとまった雨になるかもしれませんね。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。日本人の中国旅行大幅減、キャンセルに減便、燃料費も上昇しトリプルパンチ、共同通信が伝えています。記事によると、日本人の中国旅行が大幅に減少している。2025年11月の高市早苗首相の台湾有事に関する答弁に伴う日中関係の悪化が影響しているとみられる。日本旅行大手の中国旅行担当者は、予約キャンセルの急増と日本便の減便で、日本人客は9割減ったと明かす。中国旅行担当者は、まだ飛んでいる便もビジネス客と中国人観光客で埋まっており、ツアーが入る余地はない。日中関係が改善して便が増えない限り、回復は難しいと悲観的だ。以上、日本人の中国旅行大幅減、キャンセルに減便、燃料費も上昇しトリプルパンチについてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。日本人の中国旅行が9割減という報道ですが、そもそも例の感染症以降、日本人の海外旅行そのものが以前ほど戻っていない中で、最近の日中関係を考えれば当然の流れかもしれません。中国側が日本への渡航自粛を呼びかけた結果、航空便そのものも大きく減り、逆に日本から中国へ行く手段まで細ることになりました。あちらさんとしては日本に圧力をかけたつもりかもしれませんが、結果的には自国の観光業や航空会社、現地ガイドにも打撃が返ってきています。まさに特大ブーメラン、減便された中国便の発着枠が他のアジア諸国からの便で埋まっていき、日本側としては選択肢が広がる面もあります。
中国は海外からの旅行客を呼び込もうと、ビザ緩和などを進めていますが、実際にはなかなか増えていないのが実態。旅行先でいつ身柄を拘束されるかわからない、政治的な緊張に巻き込まれるかもしれないとなれば、純粋に観光を楽しむ気分にはならないでしょう。それなら台湾や東南アジア、欧米でいい、となるのは自然な判断。身から出たサビという言葉が、今のあちらさんにはよく当てはまるように感じます。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝9時までの6時間のレーダーの実績。太平洋側に雨雲が見られますが、その他の地域では晴れているところが多いのではないでしょうか。ニュースによると、今日は沖縄と九州南部を除き、全国的に降水確率が低めとのこと。台風6号が北上し、沖縄と奄美地方では明日から2日にかけて、暴風など厳重警戒と報道されています。今後の進路が気になります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。